皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は横浜市の栄区というところにやってまいりました。栄区というのはですね、もうちょっと南の方に行くと、鎌倉とかあと逗子なんかに行けるというね、そういった場所になるんですけれども、観光地っていうところではないので、人がねどっと押し寄せるにぎわっている場所ではなくって、静かなね住宅街といった、そんなところですね。はい、私もね、この辺りちょっとあんまり馴染みがなくて、今日もね初めてやってきたんですけれども、この栄区に鎮座している神社がねちょっとね興味深いなと思ってやってまいりました。はい、その神社というのは思い金神社という神社です。日本神話にね詳しい方でしたら、あの神様の神社なのかなってすぐにお分かりになるかと思うんですが、はい、祀られているのは矢心思い金の狼と言いまして、日本神話の中で、天孫降臨ですとか、あと天の岩戸伝説にも登場するという、そんなね割とメジャーな神様なんですよね。ただ、ご祭神として祀られている神社っていうのがあんまりない、とても珍しいので、今日はねぜひともここに、来たいなと思いました。でその矢心思い金の狼というのが、学業の神様とも言われていますので、受験シーズンにお参りするのにもぴったりなんじゃないかなと思います。はい、それではですね、そんな思い金神社、これからね参拝させていただこうと思います。はい、今日はですね、車でやってまいりまして、駐車場に車を置かせていただきまして、それからね、境内の方に向かおうと思っているんですけれども、こちら鳥居がありました。はい、ここですね。開門8時から17時。はい、ここです。思い金神社、木の鳥居、そしてすごい階段です。でこの階段が願いが叶う階段と書かれていますね。はい、では、着物で草履ですけれども、頑張ってこの階段登っていこうと思います。すごいなかなかのところですね。いやー、階段の段数を数えようと思ってたんですけども、ちょっとね願いが叶う階段ということでいろんなことを願いながら登っていたら、ちょっと段数が分かんなくなってしまいました。ちょっとね後で段数は数えたいと思います。はい、階段登ってきました。はい、こちらですね。すごい神社だ。境内。素敵。こちら事務所があって、こんな風にくつろげるスペースもありますね。はい、今社務所の方に、ご挨拶をさせていただきました。これからねではお参りしたいと思います。こちらが出水舎になっています。今はねこうやって消毒液が置かれていますね。もともと昭和3年に白山神社の拝殿として建立された御社殿。白山神社は昭和51年に東上郷町の住宅地へ移転し、二代目宮司がこの社殿を受け継ぐことになりました。高知県幡郡佐賀町にて祀られていた御霊をお移しし、御祭神及び社名を変更して思い金神社としての歴史が始まりました。
2022年に建立120年を迎え、現在は御本殿の整備事業に取り組んでおられます。横浜の市街地からほど近い場所でありながら、自然豊かな里山には鳥の声と吹き抜ける風の音だけが響き渡り、心穏やかに神様と向き合える癒しの場となっています。では、祀られている神様とは一体どんな神様なのでしょうか。御祭神、矢心思い金の狼。天地開闢の始まりに現れた造化三神の一柱、高見結びの神の御子神で、日本神話の中で国譲り、天孫降臨、天の岩戸開きといった重大な局面で大活躍されました。知恵の神、高間ヶ原の司令塔とも呼ばれる神様です。天照大神が岩戸に隠れてしまった時、知恵者の思い金の狼が盛大なイベントを企画し、見事この世に太陽の光を取り戻すことに成功しました。現代風に言うと、企画力とアイデアに優れたクリエイターであり、知恵を駆使して物事を成功へと導く力を司っています。また、思い金というお名前にちなみ、総じて金にまつわることにご神徳があり、金運だけではなく金属を用いた建設・建築など産業全体にご利益があるとされています。また、御祭神として矢心思い金の狼と合わせて妻の仕立姫の御事も祀られています。仕立姫の御事はイザナギ・イザナミの最初の御子とされ、天照大神の姉君にあたります。矢心思い金の狼に逆求婚したとも伝わっており、縁結びのご利益もあるそうです。大国主にも仕立姫という名前の娘の神様が確かいらっしゃいましたので、少し混乱してしまいますが、仕立姫というのが美しい姫という意味で使われていたとも考えられています。いろいろな神社を訪れることで、日本神話に登場する神様のこと、強いては日本という国の始まりにも思いを馳せることができ、神社をお参りする時の神様への向き合い方も変わってきますね。2本の幹が寄り添っているご神木も、仲睦まじい夫婦神が宿っているようにも見えます。はい、そしてこちら思い金神社の境内にはですね、パワーストーンと言われる石がありまして、ちょっとね決まったお参りの仕方がありますので、そちらの方のパワーストーンからね、ぜひともパワーをいただきたいと思います。こちらがこれですね。霊道石っていうんでしょうかね、パワーストーンと書いてあります。この石は高知県の四万十川の源流で採取された、神の力、人力、人力、パワーのある石であります。払えたまえ、清めたまえと唱えながら、右回りに3回回り、身を清めます。最後に石に触れてパワーを授かります。この石に触れることで悪しきところが癒されるとも言われています。御祭神も高知県からいらっしゃった御霊ですので、ここにも御祭神のパワーが宿っているのでしょうね。はい、そしてですね、こちらの境内からはなんと見えるんです。あれが
富士山です。今ねちょっと雲に隠れているんですけれども、多分この雲ね、もう少し待てば晴れてくるんじゃないかなと思います。すごいですね。結構絶景で、今日はね天気もいいので、多分ねこの後富士山の映像撮れるんじゃないかなと思います。いいところですね。本当に素晴らしい。結局この日は富士山は上の方が雲に隠れたままでしたが、条件が良ければドーンとこんな富士山が見えるそうです。この場所に神社が作られる意味がわかるような気がしますね。さてこちらには御朱印の種類がいろいろあるんです。天孫降臨や天岩戸伝説、また七福神などにちなんだものや、教訓やメッセージを描いてくださる御朱印など、ありがたいですね。私は天岩戸伝説が描かれた天寿という御朱印を授かりました。御朱印帳にも天岩戸伝説の様子が刺繍で描かれていて、日本神話好きにはたまらないですね。はい、思い金神社いかがでしたでしょうか。横浜市の住宅街の中の小高い山の上に鎮座する、もう本当にね知る人ぞ知る神社という感じでしたね。その境内からの富士山の眺めも素晴らしかったですし、今日ねこうやってご紹介すると結構ね、富士山の景色を楽しみたいとか、やっぱり、受験学業成就のお願いをしたいという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。とにかくね境内の雰囲気もよくって、もう半日ぐらいね、ずっと滞在していたいような、そんなねとっても素敵な神社でした。思金神社から車で5分ほどのところ、大きな幹線道路沿いに立つ黄色いかわいい建物、こちらは地元で大人気のケーキ屋さん、ブルージュの丘。ケーキや焼き菓子の種類も多く、地元では有名なお店ですが、他へは一切出店しておらず、大量生産はせず、とにかく材料手作りにこだわっているんです。このお店を代表するお菓子の一つがこちら、メープルサンド。カナダ・ケベック州の最高級のメープルシュガーを使用したクッキーに、メープル味のホワイトチョコをサンドしています。そのメープルクッキーをさらに食べやすくしたプチメープルにメッセージを入れたものもあって、プレゼントにも最適。店内には社長さんが好きなワンちゃんのマグカップコーナーもあって、ワンちゃん好きにも喜ばれています。今回私は一番人気のメープルサンドを神社の境内でいただくことにしました。お家へのお土産用にはモンブランやタルトポワールなどいろいろ食べたくて迷いに迷ってこちらの4種類。蝶々のピンクのケーキはバタークリームのケーキです。では神社のくつろぎスペースでまずメープルサンドをいただきます。メープルのクッキーにホワイトチョコがサンドされています。それではいただきます。クッキーがサクッほろっとしていて、メープルの香りが口中に広がります。中のホワイトチョコもメープル味なので、メープルの自然で香ばしい甘さが癖になる美味しさ。ホワイトチョコが口の中でとろけて美味しい。とっても贅沢な味わい。確かに他では味わえない特別なクッキーという感じがしますね。電子レンジで少し温めても美味しいんだそうです。持ち帰ろうと思っていたシュークリーム、やっぱりここで食べちゃおうということでいただいちゃいます。
こちらも実はメープル味のメープルシュー。メープルのクッキーシューがサックサク。中のカスタードクリームは甘さが控えめなので、メープルの味が引き立って、これも他では味わえないシュークリームです。むしゃむしゃと食べていましたら、社務所の方が大丈夫です。ここ日が結構当たって、そうです、風がちょっと出てきましたね。ご親切にもお気遣いの言葉をかけていただきました。境内での飲食お許しをいただいておりますが、ご利用の際には一声おかけして、ゴミなどを残さず神社や周りの方のご迷惑にならないよう、くれぐれもご配慮をお願いしますね。持ち帰ったケーキたち、タルトポワールはお店のおすすめ季節限定。モンブランもバタフライもとっても美味しかったです。お気に入りのケーキ屋さんがまた1軒増えました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。